最近、会話できない人増えたと思いませんか？なんか話が噛み合わない。この人と話すと疲れる。自分の話ばっかりする人。人と話しているのに他のことを考えてる。一緒にいるのにお互いスマホばかり見てる。でも実はそんな問題を解決できる会話が上手い人だけが知っている共通点があるんです。どうも、旅する起業家のルキです。今回はアメリカで長年ラジオ番組の司会をしてきたセレステ・ヘッドリーのスピーチ。上手に会話する10の方法をもとに現代人が抱えているコミュニケーションの問題と解決策を話していきます。この動画を見ることで今の人が会話できなくなった理由、そして人に好かれる会話の本質が分かってきます。上手に会話する10の方法から見たい人は第2章から見てください。ではぜひ最後までご覧ください。第1章、なぜ会話できない人が増えているのか。まず前提として、なんで最近こんなに会話が疲れると感じる人が増えたのか。僕これかなり時代の影響が大きいと思ってます。昔より喋れる人は増えたし、喋る話題も増えた。SNS もあるし、ショート動画もあるし、AI も当たり前になって、誰でも簡単に自分の意見を発信できるし、情報もすぐに入手できる時代になった。でもその一方で、相手を理解しようとする会話は減った気がするんですよね。ここ結構大事なんですけど、今回のテーマの会話できる人って喋れるとは別なんですよね。例えばずっと自分の話してる人っていますよね。別に口下手じゃない。沈黙もない。会話も成立してる風ではある。でも相手からするとなんか疲れる。また話したい。また会いたいってならない。逆にそこまで話が上手いわけじゃないのに、この人は話しやすいな。また会いたいなって人もいる。この違いって何だと思いますか？それは相手が気持ちよく話せるかどうか。これが会話ができると喋れるの違いです。で、なんで現代人がそれができなくなってるのか。一つ目が、これ僕も外に出かけている時によく感じるんですけど、カフェとかレストランに行くとカップルとか友達同士で来てるのにお互いずっとスマホ見てるみたいな光景、めちゃくちゃ見ます。同じ空間にはいる。でも会話はしてないし、最低限。家庭でもそうですよね。昔はみんなで食卓を囲んで話しながらご飯を食べてた。でも今はテレビを見て、スマホを見て、会話は少なくて、なんとなく時間が過ぎていく。昔より繋がれる手段は増えたのに、逆にちゃんと向き合う時間は減ってる気がするんですよね。二つ目が、今って SNS のアルゴリズムによって自分が興味ある情報ばかり流れてきますよね。僕なら YouTube を開いたら自己啓発系の動画か旅系がほぼで、それ以外の動画はもはや出てきません。これは興味関心があることを追求できるし、いいことでもあるんですが、便利な反面ちょっと怖くて、自分に都合のいい価値観、共感できる意見、好きなジャンルの世界で収まることでもあります。このアルゴリズムに日々現代人は慣れているので、自分とは全く違う考え方とか、違う世界の人とか、違う価値観の人が来た瞬間、この人合わないで終わってしまうのと対応が難しくなる。最近の X とか見てもそうですよね。一方的な主張、一方的な批判、論破をよく目にします。過激なことが話題になりやすいし、バズりやすいからでもあります。人を理解しようとする会話は減っていってる。今って会話というより自分の世界、自己承認になっている人も多いんですよね。会話って本来勝つことでも正しさを証明することでもなくて、相手の世界を知ることだと僕は思ってます。そんな僕たちが大事なものを見失いがちな今だからこそ、セレステ・ヘッドリーが提唱する上手に会話する10の方法を次に話していきます。これは単なるテクニックの話ではなく、人との向き合い方の話です。それではいきます。現代人が上手に会話する10の方法。1、マルチタスクをしない。これ会話中にスマホを触りながらも基本的に NG です。あと最近多いのが、聞いている風の人。目は見てる。うなずいてる。でも頭の中では次自分何話そうかなとか他のことを考えてる。これ会話しているようで実は待機の状態なんですよね。で、人って結構それ感じ取ってて相手にはバレてます。なんかこの人聞いているようで聞いてないなって。逆に会話上手い人って今この瞬間にちゃんといて相手の会話に関心があります。大事なのは関心があるふりをするんじゃなく関心を持つことです。相手に関心を持てると関心を持っているふりをする必要もなくなるんです。2、決めつけないこと。会話なのに途中から自分の発表会になってる人。で、本人は会話してるつもりなんですけど、実際は自分が正しいを証明することが目的になってる。もちろん自分の意見を持つこと自体は大事です。でも最初から相手を理解する気ゼロで会話に入ると
それってもう対話じゃなくなってしまいます。僕昔から思うんですけど、会話が上手い人って自分の意見を押し付ける人じゃなくて、相手の考えを引き出せる人なんですよね。例えば何か意見が違った時にすぐいやそれ違うよって言う人もいますよね。あれだと会話の流れが止まるし、正直やりづらいですよね。逆に会話上手い人ってなんでそう思ったのと入る。これだけで相手って否定されてないと感じるんですよね。これはモテる人や営業が上手い人にも共通する部分です。で、ここ結構大事なんですけど、会話において勝ち負けにした瞬間終わります。人って論破された事実よりこの人感じ悪かったなって印象を覚えてる。だから本当に会話が上手い人って自分が正しいことより相手が話しやすい空気を優先してます。もちろん全部相手に合わせろという話ではなく、僕自身価値観が合わない人と無理に関わらなくていいと思ってるし、考えが違う人と話すと疲れることもあります。でもそれは相手を理解してから判断すればいいので、まずは決めつけないで相手を知ることが大事です。3、オープンクエスチョンを使う。簡単に言うと、はい、いいえで終わる質問じゃなく、相手が話したくなる質問をするってことです。例えば、旅行楽しかっただと、楽しかったか楽しくなかったで終わってしまいます。でも、今回の旅行で一番印象に残ったことは何だったって聞かれると、相手は考え始めます。会話上手い人って情報じゃなくて感情を聞くんですよね。どうだったより、どんな気持ちだったの方が人って話したくなるし考えます。逆に会話苦手な人って質問してる風で終わってることも多い。尋問みたいになってる人いますよね。どこ出身？趣味は？休みは何してるの？いや、お見合いの初日会っていう。大事なのって相手を知ろうとする興味なんですよね。人は基本的に自分に興味を持ってくれる人に心を開きます。質問の仕方を情報から感情に変えてみてください。4、話の流れを止めない。相手が話してる途中なのに自分の話したいことを思いついた瞬間、もう聞いてなくて遮る人いますよね。これ遮られた方は、いやこっちの話どうでもよくてずっと自分のターン待ってただけじゃんってなります。でも本人は悪気ないんですよね。会話が上手い人は自分の話したい欲より今の流れを優先しています。だから相手も気持ちよく話せるんです。あとは実際の会話じゃなく、グループ LINE や1対1の LINE の会話でも人の話題中なのに急に自分の話題で遮ったりもありますよね。さらにここも気をつけたいんですけど、賢い人ほどこれやりがちで先回りして話したくなっちゃう人。でも本当に会話が上手い人って最後まで相手の世界を見れる人です。自分が何を話すかよりも相手の話の流れを壊さないことが大事だったりします。5、知ったかぶりをしない。なんか現代って全部知ってないとダメみたいな空気ありますよね。特に大人になると知ってないことが恥みたいな。この風潮からよく知らないのに知ってる風で話す人も多い。でも正直あれ結構バレます。で、バレた時にこの人はったりじゃんって印象ついちゃうので結構なリスクです。しかも会話上手い人って知ってるか知らないかより誠実さで信頼されてるんですよね。逆にそれ知らない、教えてって素直に言える人の方が会話って広がるし、優秀な人たちもこういった人たちを好みます。金持ちや成功者はなんでそこまで成功できたんですかみたいな自分のことを質問されることは実は嫌いじゃない人が多いです。ただし調べればすぐにわかることを平気で質問するのは NG です。相手の時間を奪うことになるし、自分で調べない人と思われます。あと僕思うんですけど、本当に賢い人ほどわからないことを認めて普通に質問する。例えば業種が違う経営者の友人は知らない別の業界のことを素直に聞いてきます。中途半端に知ってる風な人ほどその浅さは少しの会話でも見抜かれます。商談や営業時など時にはハッタリが大事な場面もあるんですけど、会話って頭をよく見せるゲームじゃないんですよね。知らないことは知らないと素直に認められる人ほど会話は深くなるし、長期的に信頼してもらえます。6、すぐに自分の話に変換しない。これ意外とやってる人多いです。例えば相手が最近仕事しんどくてって話した時に、わかる、俺も最近さってすぐ自分の話に変換する人。いやまだこっちのターンだからみたいな、もちろん共感しようとしてるのはわかります。でも会話上手い人って自分が話すより相手にまず話させることを優先してます。人って結局理解されたと感じた時にこの人とまた話したいってなるんです。逆に毎回自分の話に変換されると、この人私に興味ないし自分の話をしたいだけじゃんってなります。あとこれ発信者とか経営者のような経験豊富な人が結構やりがちなんですよね。経験が多く引き出しも多い。
その結果、俺の場合はあって変換して言いたくなる。僕もよくやってました。けどすぐに自分の話に変換するんじゃなく、まずはちゃんと相手のターンで話を聞く。終わったら自分のターンで経験談を話す。共感と話を奪うことは別なので、このすぐに自分の話に変換することも気をつけましょう。7、同じことを何度も繰り返さない。これ本人は熱量あるんですけど、聞いてる側からすると、もう分かったってなることもありますよね。特に自分の正しさを伝えたい時ほど、人って繰り返しがち。仕事でもいますよね。だからさとか、要するにって同じ話をする人。あとこれ、不安が強い人ほどやりがちなんですよね。ちゃんと伝わったかな、否定されていないかなという不安から何回も言うことで確認しているんです。でも会話上手い人って伝えるより相手が受け取れてるかを見てます。だから同じことを押し込まない。あと本当に余裕ある人って伝わらなかったらそれも仕方ないくらいの空気感あります。無理に強要しない。興味なさそうな話題は無理に広げないことが大事です。8、細かく説明しすぎない。これ真面目な人ほどやりがちで、例えば、あれいつだっけから始まって、2019年かな、いや、2020年か。場所どこだっけ、名前なんだっけって細かい情報を探し始める人。で、聞いてる側は正直そこをどうでもよくないってなる。会話上手い人って正しい細かい情報より感情を伝えてるんですよね。人って正確な年号や地名よりもその時どう感じたかの方が覚えてます。あと説明長い人ってちゃんと伝えなきゃが強すぎることも多い。でも全部説明しなくても伝わる人には伝わります。逆に全てを語らない人の会話って心地よかったり魅力に感じます。説明しすぎないで伝わればいい。正確さよりもその時の流れ、温度感を重視しましょう。9、とにかく聞くに徹する。これまでも何度か出てきてますが、念押しで結局聞くに徹することが一番大事です。会話上手い人って話が上手い人じゃなくて聞くのが上手い人なんですよ。芸能人だったら話すのが上手い人が評価されるけど、一般人ではよほど喋りが面白い人じゃない限り聞きに徹した方が相手は心地いいんです。しかもただ黙って聞くんじゃなく理解しようとして聞いてる。これがめちゃくちゃ大事。でも最近って聞くためじゃなくどう返すかを考えて聞いてる人も多い。だから話してても手応えないなって感じてしまいます。本当に会話が上手い人って相手に興味があります。だから質問も自然だし、リアクションも自然だし、相手が聞いてほしいことを素直に聞ける。人が信用するのはちゃんと話を聞いてくれて誠実な感想を出してくれる人なんです。10、長く話しすぎない。これ耳が痛い人意外と多いと思います。僕も発信してるからめっちゃわかるんですけど、人ってちゃんと伝えたいってなるほど話が長くなりがちです。でも実際って長い話より刺さる一言の方が残るんですよね。逆にずっと喋り続けてしまう人って会話というより演説になってることはあります。1に対して5を返すみたいな。これだと相手もこの人のターン長いってイメージがつくし、長い情報量の中からアンサーを出さないといけないので、会話してても脳が疲れるんですよね。自分が長く話していい場面は相手がそれを知りたいとき、それを話さないと解決できないとき、例えば仕事の相談やコンサルを受けているときなど、あとはこの動画のように一方から発信をする場合、長く話しすぎないように短く価値のある言葉を伝える。これがポイントです。最後に、ここまで上手に会話する10の方法を見てきました。会話のテクニックは相手への思いやりとして大事な部分です。人って結局この人自分を理解しようとしてくれたと感じた時に心を開くし信頼します。逆に自分を分かってほしいが強くなると相手はどんどん苦しくなる。だから本当に会話が上手い人って話が面白い人じゃなくて相手が安心して話せる空気を作れる人です。今って AI にすぐ聞けるし知識だけならすぐに入手できます。でもその中でこれから価値が上がるのって現代人が見失いつつある人としてちゃんと会話できることだと思うんですよね。相手を理解しようとすること、違う価値観を受け取ること、相手を思いやること、これってシンプルだけど実はどんどん難しくなってる。だからこそ今日のセレステ・ヘッドリーのスピーチって11年前のものなのに普遍的でむしろ今の方が刺さるメッセージなので取り上げさせてもらいました。今日から全部じゃなくていいので一個でも意識してみてください。意識するだけでも人との会話って結構変わります。会話の質が変わるということは今よりさらにいいつながりを作っていけることでもあります。ぜひあなたの感想や意見などあればコメントでも教えてください。このチャンネル
ャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。